函館本線滝川から芦別、富良野、新徳を経て釧路方面へつながる根室本線、赤平、もしり、芦別と石炭の採掘で栄えた町に停車しながら、広大な自然と農地が広がる富良野盆地へと続いてゆく。北海道のローカル線らしく、1両の国鉄気動車キハ40が行き違う。あちらは JR 北海道の標準カラー、こちらは国鉄時代の首都圏色、通称たらこ色。 JR 北海道に2両しかいないレアなカラーだから運が良かったな。奥に見えている線路は三井芦別鉄道のものかな。踏切の手前で途切れてしまう。平成元年の廃止、沿線の三井芦別炭鉱も平成4年に閉山。芦別に開かれた他の大手炭鉱と比較すると随分最近まで操業していたんだよな。次の上芦別駅にも炭鉱から来る鉄道が合流していた。昭和24年開通の三菱芦別工業所の専用鉄道。三菱の鉄道でありながら芦別五山の一つ湯屋炭鉱の石炭も運んでいた。昭和39年三菱芦別炭鉱の閉山直後に廃止。わずか15年間のみの鉄道。湯屋炭鉱も昭和40年閉山。その専用鉄道が合流してくる位置に SL の給水塔だけが残されている。南西側には三菱の炭鉱住宅が広がり、映画館や病院の建物も健在。炭鉱を経営した財閥ごとに大きな町が独立して形成され、芦別市が形成されている。連邦国家みたいで面白いよな。すぐ南側には山で切り出した木材を上芦別駅まで運んだ上芦別営林署の森林鉄道跡も残る。昭和9年から昭和36年まで使われたそう。全国の森林面積の 22% を占める北海道。木材を運搬する森林鉄道が多く敷かれ、国鉄の駅に隣接した貯木場から分岐してゆく廃線跡をよく見かける。森林鉄道の沿線には三菱芦別炭鉱第2項があったから、その石炭も運んでいたのかな。とにもかくにも炭鉱が多く、これでもかと言わんばかりに左からは明治工業の上芦別炭鉱から専用鉄道が近づいてきていた。国鉄の線路と接続されていたかはわからないけど、この左側の広大な敷地でもって石炭を国鉄の貨物列車へ積み込んでいたんだろうな。昭和38年閉山。長く続いた石炭の最短地、石狩炭田もようやく終わり、田畑が広がるのどかな環境になってきた。石勝線の新線が開通するまでは札幌方面と釧路方面を結ぶ特急はここを経由していたから、当時は主要幹線ってイメージだっただろうけど、今は各駅停車主体のローカル線に様変わりしている。しかし夏から秋にかけてのこの時期には札幌と富良野を結ぶ臨時特急富良野ラベンダーエクスプレスが走る。まるで釧路から来た特急大空号のようだから、石勝線が開通しなかった世界線にいるような気分になれる。
特急大空号は昭和36年函館と旭川を結ぶ特急として誕生。昭和37年釧路行きの編成を連結。昭和55年には札幌釧路間の大空が誕生。そして昭和56年10月千歳空港追分間新夕張新徳間が開通し、特急は関商線を経由するルートに変更。昭和61年すべての大空が札幌発着となる。滝川新徳間の根室本線はローカル運用が主体となって現在に至る。平成3年に完成した滝里トンネルと島の下トンネル。つなぎ目で一瞬外の光が入り、 SF 映画のタイムスリップみたいな光景になる。トンネルを出たら根室本線開業当時の大正2年になっていたら面白いのにな。富良野盆地の外周を取り巻く幌内山地と夕張山地の境目、空知川が削った谷に沿って根室本線は敷かれたが、滝里ダムの建設に合わせてこれらの立派なトンネルに切り替えられた。トンネルを抜けて富良野盆地にいざ突入。富良野盆地からは周りを取り囲む山々がよく見える。標高1726メートルの芦別岳が属する夕張山地。北海道の屋根大雪山系の南側に位置する十勝岳連峰。標高2077メートルの十勝岳は活火山。今でも噴煙を上げているし、結構な頻度で噴火し被害を出している。富良野のなだらかで水はけの良い斜面は火山灰なんだろうな。旭川からの富良野線が合流すると富良野駅に到着。富良野線はかなり歴史が長い。明治33年北海道関節鉄道が旭川富良野間を開通させる。明治40年旭川と釧路を結ぶ釧路線が開通。富良野線の方がもともと釧路へ向かう鉄道だったんだな。大正2年には滝川と富良野がつながり、滝川釧路間が釧路本線となる。旭川富良野間は富良野線となり、本線から外れる。大正10年根室まで開通し、根室本線が誕生。玉ねぎやじゃがいもの出荷時期には貨物列車がやってきて、ここから全国へ送られていくんだな。ここから先新徳までの区間は令和6年2024年3月末で廃止されることが決まっているから、この列車に限らず全て富良野止まりになるのかな。次はその廃止予定区間に乗車する。たらこ食のキハ401749番よ。国鉄の旅にいざなってくれてありがとう。北海道の中心標が立つ富良野は北海道のへそとして知られている。観光地もたくさんあるし、観光客も多い。
おお、これは行き先表示板を収納する箱かな。札鉄局って国鉄の札幌鉄道管理局のことだよな。駅舎の壁にも国鉄のジョイフルトレイン富良野エクスプレスの車体に書かれていたラインが巻かれている。国鉄の雰囲気を大切に残しているのかな。昭和の旅を求めて行き着いた先がこんなに素敵な駅。いい旅ができているよな。富良野に滞在している期間にもしり駅前の盆踊りに遭遇。もしり炭鉱現役時代にもきっとこんな感じで開催されていたんだろうな。玉ねぎやじゃがいもを積んだ貨物列車を見ていると、釧路から来た貨物列車が滝川経由で運転されていた主要幹線時代の根室本線を見ているような気分になる。もし関商線が開通していなかったら、こんな光景が毎日見られていただろうな。快速刈勝はかつて新徳より先の帯広まで文字通り刈勝峠を越える運転がされていたが、東鹿越までに短縮されている。平成28年2016年の台風10号により被災した東鹿越新徳間は現在も不通となっており、令和6年2024年3月末でそのまま廃線となる。被災する前は滝川発釧路行き乗車時間8時間以上なんていう長距離普通列車も存在した。乗ってみたかったな。